もっと知りたいベリーダンス。今回のテーマはこちらです。一般層へ届け、エジプトのフォークロアが持つ潜在力。日本ではベリーダンスの基礎と位置づけられることも多いエジプトのフォークロアダンス。でも地域の祭りから大使関係イベントまで幅広い出演歴のあるファリーダはそれ以上のポテンシャルを感じているようで、知らなくてもベリーダンスは踊れたけど、フォークロアにきちんと向き合うようになったのはベリーダンスを始めて10年近く経ってから。海外コンペのフォークロア部門で振り付けをそのまま踊って優勝できたものの、自分があまりに何も知らないことに気づいたんです。その後定期的にエジプトを訪れるようになり、ルブナからエジプシャンスタイルを彼女の弟でありカウメイヤ国立舞踊団総監督のオサマからはエジプトのフォークロアをゼロから学びました。ランダやカメリア、サハルサマーラ、エジプトの大スターたちは皆フォークロアの経験があります。ルブナからはいつもフィーリング、血で踊れと言われますが、エジプト人と同じものを食べたり同じ匂いを嗅いだり、エジプトの踊りのベースにあるフォークロアを知ってその土地を実際に訪れたりする中で、血で踊るという言葉の意味も少しずつ理解できるようになってきたように思います。シェヘラザードもアメリカではカウメイヤ出身の先生に習っていたそうですよ。考古学オタクの血が騒ぐ土着的なカウメイヤのステージ。初めてカウメイヤのステージを見たのも定期的にエジプトに通うようになってから。カウメイヤとはアラビア語でナショナルという意味。オサナによればカウメイヤでは演目ごとにそのフォークロアダンスが踊られている地域の舞踊団から専門の振付師やメインダンサーを招いているそうです。だから舞踊団としての大スターはいない反面、演目による違いが明確で、エジプト人ではない自分から見てもとても分かりやすかった。あと私はもともとエジプトの考古学が好きでベリーダンスを始めたのですが、カウメイヤのステージに出てきた登場人物たちは歴史から入った自分も全く違和感を感じることなく楽しむことができました。オサマの案内でカイロのバルーンシアター内にあるカウメイヤとレダ舞踊団の練習を見学させてもらったこともあります。この2つはエジプトの二大民族舞踊団とされており、何かと比較されることも多いですが、稽古場は通路を挟んで隣同士だし、先生や団員同士のやり取りも多くてアットホームな雰囲気。ただレダの稽古場には創設者であるマフムード・レダやファリーダ・ファフミーらのタペストリーが飾られてあり華やかなのに対し、カウメイヤは公共の体育館のようにさっぱりしていたのもそれぞれのカラーの違いを感じて面白かったです。在日アラブ人と踊りを通じて交流。フォークロアを披露するようになってから大使関係のイベントなどで日本に住んでいるアラブ諸国の皆さんと交流する機会がとても増えました。やはり遠い異国の日本で自分たちの国の踊りや音楽に触れられるのが嬉しいようで、涙が出た、一緒に踊っちゃったわ、次は私たちの国の曲で踊ってくれないかしらとありがたい言葉もたくさん。踊りを通して文化交流の一端を担えるのがとても嬉しいです。明るく楽しい演目は老若男女問わず大人気。一般のお客様が多いベリーダンスのステージでもフォークロア演目は大人気。私たちのチームではとっておきのイベント時期には馬がサイディーを踊って盛り上げます。実は中の人は汗だくで結構大変なのですが、お子さんたちの目がキラキラ輝く様子を見るとやってよかったといつも思います。現在フォークロアはベリーダンスの生徒に教えるほか、地元の公民館でフォークロアサークルを主催してます。地域のお祭りやイベントで踊る機会が多いのですが、やはり一般のお客様の食いつきは抜群。ピラミッドやエジプトの遺跡を扱うテレビ番組って日本では昔から人気があるので、 MC ではエジプトの歴史と絡めて演目を紹介するとより興味深く見ていただけるようです。何よりカラフルで布をたっぷり使ったフォークロアの衣装は
太陽の下でとても映える。ステージを見て楽しそう、衣装がかわいいと親子で入会される方も多いんですよ。いかがでしたか？日本ベリーダンス連盟では現在活躍されている方のコラムをもっと知りたいベリーダンスとして随時公開しております。ベリーダンスに興味のある方、これから始めてみたいという方、皆様でもっと盛り上げていけたら幸いです。他の記事もありますので、ぜひチャンネル登録してご覧ください。また公式サイトでも公開しておりますので、そちらも合わせてよろしくお願いいたします。